こんにちは、桜井です。今日のテーマは、今の暗号資産市場で静かに進行している資金の分岐点についてお話をしていきたいと思います。まず、結論から言います。今、市場の資金は一度ビットコインに集まり、その後イーサリアム、そしてアルトコインへと流れていく可能性が高いです。この流れを先に読んでおくことが次のチャンスをつかむ鍵になります。最近ビットコインだけが強くて他のコインが全然動かない。そう感じている方多いと思います。アルトが上がらない、イーサリアムが弱い、ETF から資金が抜けている、SNS やコミュニティでもそんな声が目立っているようです。でも実はその停滞こそが次の相場の始まりを知らせるサインかもしれません。今日は今何が起きているのか、そしてこの動きをどう読むべきなのか、初心者の方でも理解できるよう順番を追って解説をしていきたいと思います。まず今週の市場の大きな動きから整理してみましょう。ビットコインは11万ドルを回復しました。これは単なる上昇ではなく CPI、つまりアメリカの消費者物価指数の発表を前にした資金の避難とも言えます。多くの投資家が安全資産として一度ビットコインに戻している。この動きが今の市場の中心になっています。一方でイーサリアムは短期的に売られています。特に ETF からの流出が目立ち、9本のイーサスポット ETF から合計で1億2800万ドルが抜けました。しかもその間にビットコイン ETF には逆に2000万ドル以上が流入しています。つまり今投資家はビットコインを優先してイーサリアムは後回しにしている状況です。さらにオプション市場でも重要な動きがありました。10月24日、約59億ドル規模のビットコインとイーサリアムのオプション契約が満期を迎えました。ビットコインのマックスペイン価格は11万3000ドル、イーサリアムは3950ドル。市場ではこの価格帯を中心に買いと売りの攻防が激しくなっています。つまり今、投資家たちはこの水準を守れるかどうかで次の方向性を見極めている最中なんです。では、なぜイーサリアムだけが弱く見えるのか。実はこれが今日の意外な事実なんです。確かに短期では売られてはいますが、イーサリアムは売られているように見えて、実は強い。その理由は機関投資家と企業の動きにあります。アークインベストのキャシー・ウッドさんは最近、日本企業のクオンタムソリューションを支援すると発表しました。この企業は米国外で最大のイーサリアム保有企業の一つです。約3800イーサを保有し、さらに買い増しをしています。キャシー・ウッドさんはグローバル市場へのアクセスを広げることが鍵だと語っています。つまりアメリカの ETF マネーが一時的に抜けている一方で、日本やアジアの企業が財務資産としてイーサを積み増しているという構図が生まれているんです。オンチェーンのデータを見ても、長期ホルダーの多くが依然として利益圏内にいます。実現価格ベースで言えば、平均保有者のおよそ 67% の含み益を持っています。これは過熱感がない健全な上昇トレンドの途中にあるということになります。そしてイーサリアムの長期支持線は3800ドル。このラインを割らなければ上昇基調は続くと考えられます。では、ここまでを一度整理しましょう。ビットコインは守りの資産として一時的に資金を集めている。イーサリアムは調整中だけど、機関、企業、長期ホルダーが支えている。そしてアルトコインはまだ眠ったまま。つまり市場は循環の前半戦に入っているということになります。僕の見立てでは、これは資金の前哨移動です。CPI の発表やマクロ経済の不透明さを前に、大口投資家は一度ビットコインに資金を戻し、その後状況を見ながらイーサやそしてアルトへと順番に動かす。この流れは過去にも繰り返されてきました。2021年、2023年どの年も同じでした。だからこそ今の停滞をチャンスの前の静けさと見るべきなんです。そしてもう一つ注目すべきは市場のボラティリティ、つまり変動率が一時的に落ち着いているということです。これは嵐の前の静けさです。オプション市場では未決済縦玉が過去より少なく、投資家たちは嵐が来るのを待っている状態です。この静けさが破られる瞬間、最初に動くのはほぼ確実にビットコイン、そして次がイーサリアムです。
では、ここからの展望をちょっとね、話してみたいと思います。短期的には CPI の発表まで神経質な展開が続くと思います。ビットコインが11万ドルを割らずに維持できれば、強気のまま、イーサリアムは3800ドルを守れるかどうかっていうのが焦点になります。もし CPI が予想通りなら、ビットコインが横ばいのまま、イーサリアムが反発し、その後にアルトコイン全体へと資金が広がる可能性があります。逆に、インフレが強ければ、一時的に全体が調整しますが、その下げは最後の仕込みチャンスになるでしょう。そして、こうした相場の転換期で頼りになってくるのが24時間休まずに AI がトレードしてくれるビットレッド X のような自動運用です。人間がニュースや CPI に振り回されている間も AI は感情なく判断します。しかもビットレッド X の AI デイリーだったらロック期間なしでいつでも出勤することができます。つまりリスクを抑えながら効率よく複利で回せるということになります。僕のグループでは日本語で直接質問できる特別サポートも用意しています。初心者の方でも安心して始められます。興味がある方は概要欄の LINE から AI とチャットしてみてください。最初の一歩が未来の資産形成につながるかもしれません。ここ最近 AI でめちゃめちゃいろんなとこで聞くと思います。仕事で AI 使う人も増えてきたでしょう。そうなってくると、投資で AI を使うっていうのはこれからは当たり前になるんですね。なので自分の直感とか自分の感覚で取引をするっていう時代は終わっていくんです。これからは AI を使って投資をしていく。そのためにもビットレード X でまずは AI 投資っていうのがどういったものなのか、これを少額からでもいいので試していくっていうのはいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、今日の内容を最後にまとめていきたいと思います。ビットコインは守りながら上昇。イーサリアムは一時的に売られても、長期的には機関と企業が支える。アルトコインはまだ静かですが、次の循環の波に備えるべきタイミングに入っています。市場が止まって見える時こそ、次の流れが静かに始まっている。皆さんは今の状況、どう考えますか？ぜひ皆さんの読みをコメントで教えていただければと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。